今まではその時間はずっとあるっていう感じを持ってたんですけど、家族の時間もずっとあるもんだと思ったけどないのかもしれないって思った時に、まあ特別なことはできないですけど、まあ普通に大事にしたいなと思いますよね。右目の方がこうまぶたが全く開かないっていう状態になってしまったので、それと片頭痛というかもう頭痛がもうひどくなってきて、まあ朝ベッドも起きられない。目が開かないと思ってこう目を手で開けてみると、目自体が動かない。で、よくよく見たらこう焦点が合わないので、これもう瞳孔も動いてないなってなった時に、これはまずいなっていう風でしたね。私はずっと車のブレーキ部品だとか、トランスミッションだとかの部品を作ってる地元の企業に就職してます。新たな事業を増やすっていうタイミングで中国の方に、赴任をして、で、まあ5年目、6年目ぐらいですね。まあ現地の中国のスタッフですけど、頼んでちょっと病院に連れてってくれっていう話をしてですね。検査をしてですね、頭の中を撮った写真を見せられて、ここに何かがあるっていう言い方をされたんですね。ピンポン玉ぐらいのものが。で、これは切って治すんだよと。非常に命に危ない状態だっていうのは強調されてたので、中国のお医者さんも一刻も早く手術はしないといけないよっていう、そういう診断ではありましたね。脳動脈瘤は破裂するとくも膜下出血になる病気なんですけども、くも膜下出血ひとたび起こすと死亡率3分の1ぐらいですので非常に重篤な病気なんですけども、多くの場合は破裂するまで全然症状はないです。できる場所や大きさによっては圧迫していろいろな神経症状を出すことがあるんですけども、加藤さんの場合は神経症状的には外眼筋麻痺って目を動かす神経の麻痺と右目の痛み。日本に帰ってこられて外来受診した時はもう完全に右目は閉じた状態ですね。ずーっと動脈瘤に神経がぐーっと圧迫されてるともう神経がペラペラになっちゃって、動脈瘤がなくなっちゃってからでも神経は回復しないんで、治療介入は早くした方がいいんですけども。いや、辛かったですよ。まずその社会生活がしにくいなと思ったんですよね。もう目が開かない、片目を閉じたままの生活になると無ですよね。無。何もない感じですよね。もし僕が中国で死んでしまうと、まあうちの家族だとかが死んだっていう実感がなく、まあ死んでしまうっていう状態になると、まあ家族の気持ちが辛いんだろうなって思いがあって、まあ変な話ですけど、どうせ死ぬなら日本で死にたいなっていう思いでしたね。フローダイバーター瘤手術は動脈瘤が大きくて圧迫症状がある人は適した治療法ですね。細かいメッシュステントですけども、それをカテーテルで足の血管からずーっと動脈瘤ができているところを過ぎて、カテーテルを誘導して動脈瘤を覆うようにですね、発生している血管に留置するんですけども、目の細かいメッシュステントを置くと、動脈瘤の中に今までは血流が入ってたところが、ステントを置くとその中を通って遠位の正常な動脈に血流が流れやすくなるので、動脈瘤の中には血流が入りにくくなります。安心したというか、希望が持てたというか、今までだと死んじゃうか、目が開かないままか、普通の生活ができないっていう思いの中から治った後のその生活を考えて、そういう医療のことを、まあそういう選択肢を選んでいただいているので、目が動かない、まぶたが下がる、目の痛みっていう症状が出て、比較的短期間に来ていただきましたし、しかも頭開けなくて済むと
開頭手術して入院ってだいたい1週間から10日、下手すると2週間ぐらいかかって、お家に帰っても以前と同じようなペースで仕事したり、家事やったりっていうのは結構 1ヶ月ぐらいかかるんですけど、フローダイバーター流手術ってもう翌日から普通ですからね。で、入院期間もやっぱ4日間ぐらいで済むので、そんなに短い入院期間で、帰ってからいつ仕事に行けますか？いや、翌日から行けますよって言うと、って言ってすごくやっぱ喜ばれる。働き盛りの方にはすごくいいと思います。自宅に帰って携帯のカメラでこう自画撮りして、目がやっぱある日突然ほんと1ミリか2ミリかちょこっと動いたんですよ。動いたと思って、嫁さん目動いたぞっていう話をしてて、もうあとはもう気合いやなと思って、でそれから続けたらもう目も一応開くようになって、この治療は僕にとっては一個希望だったと思いますよ。そこに関わる人たちもいて、いい先生もいて、そういう方法があるんだなと思った時に、それこそ本当に光がなかったですから。病気をする前だと本当に家族の時間もずっとあるもんだと思ったけど、ないのかもしれないって思った時に、奥さんだとか子供だとか特別なことはできないですけど、特に日本に帰っているこの時間は家族に使いたいですよね。本動画の内容はあくまで患者様個人の体験談であり、フローダイバーター治療により必ずしも動脈瘤破裂を防いだり、動脈瘤が退縮したりするとは限りません。